ドキドキしていた。まずはこのジムニーシエラの内装の雰囲気の違いに注目してほしい。単にブラック化するのもいいんだけど、親父のこだわりのテーマは運転していて燃えるかどうか。今回は内装を完全にブラック化するカスタム。ブラック化のカスタムそのものは手間はかかるけどお金はかからない。そして十分にかっこいいんだけど、さらにそこに一手間加えて自分自身ため息が出るような燃える内装にするために今回は少々お金をかけたわけで。昔ね、ビートたけしさんが若い頃ね、ポルシェに憧れて、そして成功して実際に乗ってみたはいいが、中からその素晴らしいデザインが見えないと。もうせっかく夢が叶った後のね、虚しさをね感じたっていうエピソードがあって、でどうしたと思います？自分で運転せずに他人に運転させて、その姿を後ろから見ることでポルシェの美しさを楽しんだっていうね、これ車好きあるあるですよね。永遠のジレンマというか。そうなんだ。気に入った車を手にした時、その姿を車内から見れないから、ショーウィンドウに映る自分の車を必死に凝視したりして、せっかく気に入って買った車なのに 100% 満たされないんだ。まず多くの人は見た目、外装にこだわる。親父のカスタムだって外側から一生懸命やってたのは記憶に新しい。しかしどうだろう。人が車と関わる際、車を外から眺める時間よりも車内にいる時間の方が圧倒的に長いわけで。で今回はグレーのルーフライナーを墨汁でその他のパーツをスプレーで全塗装して、別途サンバイザーと助手席のアシストグリップ、そしてハンドルのカバーを買ったんですけど、カバーって汎用品からねジムニー専用品までいろいろあるんですけど、その中で選んだのがこのフロームスクラッチさんっていうねガレージブランドのものなんですけど、内装は運転中常にね視界に入るので、ある意味外装のカスタム以上に大事なんじゃないかと代表の方がおっしゃってたんですよね。で分かっちゃいたけど、改めてね確かにってね、特に内装の前面って常に視界に入るから、妥協せずにいこうと。だから今回は少し奮発したわけですけど、もっとねお金払ってもいいと思えるほどのね満足感ですよ。あと悩んだのがダムドさんのアーセナルピラーですよね。これもかっこいいんですよ。これもフロムスクラッチさんの商品写真に写り込んでて、ただこれもね、そんなにお安くない商品なので、今回は塗装のみにしましたけど、今でも悩んでるんですよね。焦っちゃダメ。少しずつカスタムしていくのがジムニーの楽しさですから。では今回内装完全ブラック化の概要を説明しよう。ルーフライナーの塗装においては100均の墨汁4本、ローラー、バケツ。パーツの塗装ではパーツクリーナー、脱脂剤、下地、ブラックマットスプレー2本だけ。その他に別途マスキングテープ用のテープやブルーシートなど必要なものはあるけど、カスタム資材だけの費用としては全部一から揃えたとしても5000円もかからないという、かなり費用対効果の高いカスタムであると言い切っていい。今回は毎晩マイナス10度の長野の山での作業は無理と判断し、わざわざ新潟まで行っての作業となる。抜きます。簡単だね。その引っ張れば取れるんで、ピラーも簡単に引っ張れば取れるんで、なのでこれちょっと思いっきりここ脇からこう入れるとバンと外れるんで、よし取るぜ。これを塗ります。こっちの方が乾くの時間かかるんでね。パーツはそれぞれマスキングを施して、例えばこれミラーなんかもね、あとクリップですね、1個破損してたんで買ったんですよね。これ新しいの。質感もサイズも同じですね。はい。塗装セットね、この100均で買った墨汁4本、養生テープ、マスキング用のローラーですね。ちょっと大きめのものにしました。100円だと思ったけど200円かい。一応予備も買ってきました。使わないと思うけどね。塗りましょうか。ちょっと水を足した方が伸びやすいよってことを聞いたんで、っていうか4個しか売ってなかったんで、なんとか4本で足りるように処理したいと思います。これ足りなかったら悲劇なんだけどねだって墨汁4本に対して水を2本分、ちょっと分かんないです。塗り方によってだいぶ変わってくると思うんですよね。墨汁飛ぶんで、もうすでに飛んでるんですけど、結構な量です。これ事前に細かい方はですね、コロコロとかして表面をきれいにした状態でやられた方がいいと思いますけど、僕はもうそのめんどくさいんでやんないです。結構染み込むんでね、優しくいきましょう。でも結構力を入れないと染み込まない感じですね。もう墨汁はね
足りなくなったらどうしようという恐怖心で、なんか塗ってる楽しさよりも恐怖心の方が強いね。楽しまないとね、こういうのはね。まあ足りなくなったらその時だ。その時考えればいい。この凹凸だよね。ですね、多分映像で見ると非常にムラがあるように見えると思うんですけど、はい、こういう感じですね。これでもね、実際見ると白っぽくなってるんですけど、ここはもう何度塗ってもこのような状態になるんですよね。白っぽく見えちゃうというか、この状態で一晩乾かしてみたいと思います。で、僕の読みは当たりましたね。1本ないぐらいかな。余りました。はい、ここもね、今ちょっとこうやってもう一回こうローラーでやりますけども、しばらくするとまた跡がつくんですよ。ただローラーの利点はこういうね、角っていうのがこういうところは非常に伸びやすいんですよね。不思議とね。ここはものすごくやりやすいのと、最後の仕上げですね。仕上げでこうやってローラーはいいなと思いますけどね。こういう感じで。まずこれね、密着論でここ詰まっちゃうんで、中途半端に空いてる状態でスプレーしたいと思います。あー、やっちゃった。これ怖いな。開くか閉じるかで両方でどちらかでやった方がいいね。こういうとこムラ出るんで、塗装は嫌いじゃ事件です。いやー、まさか見えますか、垂れてます。やられましたね。いや、まあそうだよね。あれだけの液体をここに入れたわけだから結構な量流れてますね。はい、これあれだね。ただおかげで下の方はなんかムラがなくなったような気がするんだけど、なんでこのサンバイザーのところだけこうなっちゃうんだろうね。なので、下に落ちてくるってことでまだ落ちてこないとも限らないので、逆さまにしたいと思います。ちょっとブルーシート敷いときゃよかったな。この部屋は別にここ汚れても全然平気なんでいいんですけどね。逆にしてはい、ちょっと拭こうと思います。参ったね。よかった。これ家じゃなくて、これ家だったらもっとショックだよね。もう墨汁の海になっちゃってるね。はい、ではこれを塗りたいと思います。一晩つもね、半日ぐらいですけど、はい、もうだいぶ乾いてます。もうほぼ乾いてると言ってもいいと思うんですけど、結構ムラがあると思うんですよね。でこのムラは僕はもう気にしない方がいいと思います。っていうのも、もう昨日もう見て分かる通り、ここ下に全部落ちてきたじゃないですか。墨汁が流れ出るぐらい塗ってるのにムラがあるってことはもうどうしようもないんですよ。はい、このね、光の当たり方でまた全然見え方変わってくると思うんですよ。どうですかね、見え方変わったと思うんですけどね。で結構この辺まばらになってるのは、僕昨日後で気になるところをねちょっと手直ししたんですけど、でまた乾いていく過程で見え方って変わってくるので、結論を言うともう何もしない方がいいと思います。下手にここちょっと気になるからちょっとここ塗っちゃえみたいな感じでやっちゃうと、乾いてる状態でどのタイミングで塗るかでまたちょっとね残ったりするんで、ちょっともう手でこすったりすると若干また見え方変わってくるんですよね。思った以上にしっかり乾いてますね、一晩でね。これはだから、丸一日置いちゃえばだいぶいい感じで乾くんじゃないでしょうか。
今回のカスタマーですね、点数をつけるとしたら100点満点中70点でしょうかね。でこれは自分の不徳の致すところで、塗装がね本当にその苦手なんでね苦労しましたよね。でパーツもルーフライナーも割とムラがある気がします。普段気になるかといえばほとんど気にならないんですよ。車内で天井なんてじっくり見ないわけじゃないですか。でもしこれをねやられる際のアドバイスとして、まずねルーフライナーの墨汁割合は4対2でねちょうどよかったと思います。でポイントは立てて乾燥した際に下に流れたじゃないですか。でそうすると何もしなくても下の方はねムラなく綺麗に塗れたわけですよ。極端な話にはなっちゃいますけど、まず半分だけたっぷり塗ってあとは立てかけておけばいいんじゃねっていう。ただ縁の部分は最初に全部塗っちゃった方がいいと思うんですけどね。で立ててから最初はずっと干渉してね、下に墨汁が垂れてきそうになったら逆さまにして、逆側にまた墨汁をまた戻すみたいな。その際に垂れムラをねローラーで調整するなりして、あとはしっかりねブルーシートだったり、雑巾とかで垂れてくる墨汁のね対策をしておけばいいんじゃないかなと。乾燥のタイミングにもよりますけど、下手にね細かいムラを気にしてあちこち調整するよりね、うまくいきそうな気がしますよね。僕それでちょっとねだいぶちょっとムラになっちゃったんで。材質的にはねやっぱムラは絶対ゼロにならないので、時間に余裕のある方はこれ究極ですよ。この工程をね2回やるとねより完璧に近づけるんじゃないかなっていう気がしますね。あと他のポイントとしてはねサンバイザーの塗装ですよね。このヒンジの部分っていうんでしょうかね、あと押さえるとことかこの辺の地がねちょっとね見えてしまうので、といってもですねでもこれガラス側につけちゃうんで全然運転中見えないっちゃ見えないんですけど、最初からね全部黒に塗るべきでしたね。このミラー部分以外はもう全部黒に塗っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。あとはカバーをねこのミラーのこの縁に引っ掛けてねこうやって入れ込んでいわゆる装着するので、すごくね見た目もねすっきりしてていいんですけど、ただねちゃんと僕マスキングしたんですけど、こういう風にもうムラが出ちゃってるわけですよね。これなぜかというとこういう感じでここがねいわゆる詰まっちゃってる状態になってるんで、綺麗にマスキングしてもですねスプレーが行き届かないわけですよ。ここに板なりなんなりでこうしっかりと固定してむき出しにしてスプレーしないとこういう風になっちゃうんですよね。そこがちょっと難しいかなとは思うんですけど、だからねここ最初からもう塗らないっていう選択肢もあるかなと思います。あと難しかったのがミラーの蓋ね、完全に開いた状態だと当たっちゃうんで2工程でやっていかないとちょっと難しいと思うので、あと外せればいいんですけどね。外れるかな、うまくやれば外れると思うんですけど、僕もほんとこんな感じで線ができちゃってるわけですけど、でも気にならないですねもうやけくそというか、だから時間がなかったっていうのもあって、本当やっぱりね塗装はね焦っちゃダメ。じっくり時間をかけてがね、今回の教訓でしたね。ただねサンバイザーは取り外しが簡単なんでね、後からでも修正いくらでもできちゃうんで、時間ある時にまた全塗装しようかななんて思ってますけどね。でスプレーは僕今回2本ね用意したんですけど、サンバイザー全塗装してもですねうまくやれば1本でもいけるんじゃないかなと思います。僕みたいに下手っぴーな人は、2本用意した方がいいでしょうね。フロムスクラッチさんのカバーはサイズもジャストフィット、しかも高機能なので使う人によっていろいろカスタマイズできるから楽しいと思うけど、何もしなくてもそれだけで十分なくらいデザインも秀逸だ。例えばハンドルカバーは純正品にサイズを合わせてるのでイレクターパイプだと足りないんだけどベルトでなんとかなったりとか、素材はもちろんのこと設置でかなりの力をかける場面もあったが作りがしっかりしていて安心感は半端ない。参考までにカバーのベルクロのベース部分の寸法はこの通りだ。親父はしばらくは何も貼らずに漆黒の室内を楽しみつつ、ゆくゆくはオリジナルのベルクロパッチを作って貼るとのことだ。しかし実は裏側だけは、片方にはフィリックス、もう片方にはマシュマロマンで可愛く仕上げていたりする。いやーほんと今回のカスタマーねやってよかったなと思いますよね。もうね車乗ってる時のモードが変わるというか、もううっとりするというか、黒いこともあって精神的にもね落ち着くんですよね。もうね今となっても絶対元に戻したくないって思ってるんで、もう最初からもっとね大胆に作業すればよかったなって後悔してますよね。肝は何といってもねこのフロムスクラッシュさんのパーツですよね。見ての通りこれがあるないでは大違いなんですけど、しかしですよ、この商品っていうのはハンドメイドで一つ一つ丁寧に作られてるんで量産できないんですよ。しかもめちゃくちゃ人気商品だから常にソールドアウトの状態なんですよ。でこうして YouTube で紹介するのが申し訳ないって思うぐらいデフォで品薄状態なんですよね。だから絶えずねインスタだったりウェブサイトをチェックしておかないと永遠に手に入らないと思いますよ。部品にね非常にこだわられてるんで、一部ね海外から仕入れられてるみたいで時間もかかるし、あとね今円安なんでねコストもかなり圧迫されてるみたいなんですよね。おそらく2月の再販売も即完売が予想されますので、おいおいリゴロおすすめしておいて買えねえじゃねえかよという方のためにですね、今回この動画をご覧いただいた視聴者さんでどうしてもフロムスクラッチさんの商品を買いたいと、再販売も逃してしまったって方のためにですね、今回
ね、各商品1点ずつだけですけど、リゴロー枠を確保しました。フロームスクラッシュさんのインスタの DM にてリゴローを見たでね、ご応募ください。在庫をね、確保いたしますんで。はい。これプレゼントではなくて、あくまでも買える権利ですから、勘違いされないように。インスタのリンクだったり、締め切りなどの詳細はですね、概要欄に記載されてるんで、ぜひチェックしてみてください。もう次いつ再販されるかわからないんでね、ダメ元というか、もうワンチャンあるんじゃねえぐらいな感じでね、気軽にご応募されてみてはいかがでしょうか。いいお値段もするし、これからね、もう値上げもあるんじゃないかななんて思ってますけど、しかしですよ、逆に言えば、これ仮に中古でね、売りに出したとしても、値崩れしないってことですよね。だから下手に安価な汎用品を買うなら、むしろね、こっちの方がね、お得だったりするわけですよ。ここ大事ね。ここほんと毎回テストに出ますから。あとは室内空間ってすごく大事で、これが外側よりも中身が大事ってことを言いたかった親父の2025年冬の出来事だった。